どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は2024年2月に買ってよかったものを紹介します。今回は美容家電からインテリアアイテム、ゲーム、映画、食品など幅広く紹介していきます。では早速いってみましょう。買ってよかったもの1つ目はこちら。パナソニックのラムダッシュパームインです。はい、こちら結構前に予約したんですが、人気すぎて今月やっと入手できました。これパッと見ワイヤレスイヤホンのケースかなって感じなんですけども、これはこう外すとですね、シェーバーです。こんなコンパクトなシェーバーなんですよね。デザインもスタイリッシュなので、部屋に置いておいても違和感ないようなね、すごいかっこいいデザインになってます。これ 3A っていうのと 6A っていうね、2つのモデルがありまして、これは 3A なのでちょっと前のモデルになるんですかね。で 6A はもっとね、ここは大理石っぽいデザインになっていたりして、もっとね高級感があったりするんですけども、結構ね高くて7000円ぐらいねプラスになっちゃうので、これでも僕はいいかなというか、こっちのデザインの方がね、どっちかというと僕マットブラックが好きなので、こちらが好きでこちらを選びました。なのでマットブラックでいいよって方はね、こちらの 3A で全然いいと思います。性能自体は確かほとんど変わんなかったはずです。でこれ本体のデザインなんですが、こんな感じでグリップ部分がないんですよね。普通シェーバーってここグリップがあって、こうひげを剃るって感じなんですけども、そのグリップがないすごいコンパクトなデザインになってます。パームインっていうぐらいなのでね、手のひらに収まるぐらい小さなデザインになっています。こう蓋がね、軽いマグネットみたいな感じになってるので、簡単にこう蓋が吸着できるんですけども、これを外して使うんですけども、こういった形でこれグリップがない分肌で近いところで持つことになるので、指先で肌をこう撫でるようにひげをね直感的に剃ることができるっていうのもね、このコンパクトさならではかなと思います。今までもこういったコンパクトな携帯シェーバーっていうのはもちろんありましたけど、そういったものはね、やっぱり反り味がいまいちだったりすることが多かったんですよね。でもこちらはリニアモーター駆動でしっかりね、こう5枚刃なんですよね。5枚刃でリニアモーター駆動ということで、かなりパワフルにしっかり綺麗に反ってくれます。最初使った時想像以上に綺麗に反れたのでね、びっくりしました。これだけ小さいのでバッグに入れて携帯できますし、あとね結構軽いんでバッグの中に入れていてもね、全然負担にならないと思います。で携帯もできますし、あとね反り味もさっきみたいにしっかりしてるので、朝家でひげを剃る時間がなかったり、剃り忘れてしまって出かけてしまったりしても、出先でねこちらで剃ることができますね。旅行とかにもぴったりだと思うので、また旅行行く時にはねこれを持ってきたいと思っています。であと充電もこれ裏側から充電するんですけど、ここね USB-C 充電ができますので、最近のねこういった家電というかガジェットとかは USB-C にさすがに統一されてきてはいますけど、未だにねマイクロ USB のものもあったりするんですけど、こちらちゃんと USB-C で充電できるのでね、これも嬉しいですね。はい、こういったスタイリッシュでコンパクトなシェーバーラムダッシュパームイン、こちらが今月の買ってよかったものの1つ目でした。続いての買ってよかったものはこちら、山崎実業のマグネットソープホルダーです。みんな大好き山崎実業タワーシリーズのソープホルダーです。先日公開したタワーシリーズのお風呂のマグネット収納特集でも紹介しましたが、こちらはね今月買ったものだったんですよね。これはマグネットを使って石鹸を浮かせて収納できるソープホルダーになっていまして、この爪のついた金具を石鹸に食い込ませて、ここに近づければここにもねマグネットがついているのでピタッとねくっついてくれます。ホルダーの背面も強力なマグネットがついているので、このままマグネットがつくお風呂の壁であれば好きなところにねペタッと貼り付けることができます。こういった固形石鹸でトレイに置くとトレイがぬめっちゃったりするんですけども、これであれば石鹸を浮かせて置いておけるので、ストレスから解放されます。今まで僕吸盤でくっつけるタイプのものを使っていたんですけども、あれだとね取り付けるところがどうしても限られてしまうので、マグネットでお風呂の壁の好きなところにつけられるのはね嬉しいですね。はい、こちらも買ってよかったです。山崎実業タワーシリーズはね、こういったマグネット収納シリーズいろいろありますので、よかったらねそちらの特集動画ぜひご覧ください。この辺にリンク貼っておきます。あと概要欄にもリンク貼っておきますので、よろしければご覧いただければと思います。はい、買ってよかったもの2つ目はこちら、山崎実業タワーシリーズのマグネットソープホルダーでした。続いて買ってよかったインテリアアイテムを紹介していきます。買ってよかったインテリアアイテム1つ目はこちら、ウエストビレッジ東京のオットキューブボックスです。はい、今目の前にありますこちらの四角いスチールフレームなんですが、中央に置いたこの鉢がですね浮いたように見えますよね。
浮いたように見えますよね。こういったオブジェというかね、課題です。花の台ですね。でこれ簡単なトリックというかあれなんですけども、こういう風にですね、一番背面の支柱からこういう風に台座部分が伸びていて、こんな感じになってるわけですね。こういった台座がついていて、ここにこう鉢を乗せて、で正面から見ると鉢でこの台座が隠れて浮いてるように見えると、こういった課題になってます。これね、かっこいいですよね。このねトリッキーな見せ方が面白いっていうのもあるんですけども、このスチールだけで作られたミニマルでスタイリッシュなデザインで、このね感じもいいですよね。すごい好きです、僕こういうの。これいくつかサイズがあって、僕が使ってるのがこれ S サイズなんですけど、こういったね小さな鉢、これはアガベですけど、こういったね小さな鉢とかを置く分にはこの S サイズぐらいがいいんじゃないかなと思います。 S とね次のサイズがもう30センチまで結構大きいんですよね。なのでその中間ぐらいがあってもいいかなって感じなんですけど、僕はこの S サイズを買いました。これいいですよね、かっこいい。これ今棚に置いてるんですけど、インテリアのアクセントとしてもね買ってよかったなと思いました。はい、まずインテリアアイテムこちらと、あと続いて買ってよかったインテリアアイテムはこちらです。 IKEA のベストです。IKEA のカスタマイズできるキャビネットですけども、これ隣の部屋でも使っていて、あっちはねラタン風の扉にしたんですが、こんな感じでパーツそれぞれねカスタマイズできるんですけど、今回は扉をこのオーク材にして、しかもねこれプッシュで開くタイプのものにしました。隣はねノブがついていて、ノブを引っ張るタイプにしたんですけども、そういったねカスタマイズもできます。あとはお隣はこれの倍の大きさのキャビネットを選びましたけども、今回は半分のサイズ、正方形のタイプですね、こちらを選びました。ここね以前オープンシェルフを置いていて、トラスコの工具箱とか無印良品のトタンボックスが並んでいて、その中にガジェットとかケーブルとかをしまっていたんですけど、オープンシェルフなのでどうしてもね見た目がガチャガチャしてしまって、なんかねもっとスッキリさせたいなと思ってこちらを導入してみたんですけど、やっぱりねスッキリしますね。大成功でした。工具箱はそのまま今中にしまっていて、あとトタンボックスの中身はちょっとサイズが合わなかったので、この無印良品のケースに入れ替えました。いや綺麗になりましたね。この壁際ね、今まだ植物とかが室内に敷き詰められているので結構ごちゃごちゃしちゃってるんですけど、春になったらねこの植物とか全部ベランダに出すようになりますので、そうしたらねこの棚もしまうので、この辺りねもっとスッキリすると思います。はい、こちらベスト、これも買ってよかったですね。はい、続いての買ってよかったものはこちら、ソニーインタラクティブエンタテインメントのデュアルセンスワイヤレスコントローラーのミッドナイトブラックです。こちらのコントローラーなんですけど、これもインテリアスッキリアイテムの一つとして買いました。昨年末にプレステ5を買いまして、本体はねテレビの横にひっそり置いてるんでいいんですけども、コントローラーが最初に同梱されていたのがこちらのタイプだったんですよね。これ結構コントローラー自体大きいですし、白いのでテーブルにね置いておくと結構目立つんですよね。で今部屋をなるべくスッキリ見せるように、さっきのベストを取り入れたりして部屋のごちゃごちゃしたところを解消していくってことをしてるんですけども、家具や家電の色も黒やグレーに揃えていったりしていて、うちね白い家電ほとんどないんですよね。そんな中テーブルの上にこの白くて大きなコントローラーが置いてあるとね目立つんですよね。なのでこの黒いコントローラーを買いました。色だけの目的で買い替えたというね、こだわらない方には意味がわからないかもしれないんですけど、個人的にはねこの黒にして満足しています。やっぱりね部屋の中で白いもの目立つんですよね。黒いものだったら置いておいても他にも黒いもの結構多いので、馴染むというかあまり違和感ないというのでこちらにしました。はい、ちょっとね伝わりにくいかもしれませんが、買ってよかったもの5つ目はこちらの黒いプレイステーション5のコントローラーでした。はい、続いての買ってよかったものはこのプレステ5で遊び倒したこちらです。スクエアエニックスのファイナルファンタジー16です。これはね面白かったです。スクエアエニックスが誇る日本を代表する RPG ファイナルファンタジーの16作目なんですが、やっぱりこう長く続くファイナルファンタジーというタイトルだけあって、ずっとやってきた方々にとってはね結構今回の16はね評価が二分されるとかね、割と割れてる感じで酷評する方もいれば大絶賛する方もいるってね、結構そんな評価が人それぞれだったみたいなんですが、個人的にはねこれめちゃくちゃ面白かったです。中世ヨーロッパのような舞台で剣と魔法の世界のダークファ
ァンタジーといった感じなので FF7 とかに比べると結構ね暗い世界観なんですけども、グラフィックがとにかくすごくて、キャラクターとかのグラフィックももちろんそうなんですけど、背景グラフィックとかもすごくて、滝が映るシーンとかがあったりするんですけど、それとかねもう近くまで見に行って、もう観光地を巡るような感じで滝をね見入ってしまうぐらいにね、本当にね空気までちゃんと表現されたような美しいグラフィックでした。プレステ5ってこんな表現力あるんだなってね、本当驚かされるようなグラフィックになってました。でそうグラフィックだけじゃなくて戦闘シーンとかも迫力がすごいし、魔法一つ使うにしても剣を振りかざすにしても、もう本当に迫力がすごいんですよね。このコントローラーにも振動とかがガンガン来たり、あと音楽とかもすごい戦闘シーンだとかそのストーリーに合わせた音楽が入ってきてくれるので、本当ね様々な演出で没入感を高めてくれているってところがね、僕が引き込まれた理由ですね。あとストーリーもベタといえばベタなんですけども、登場人物の心理描写がうまく描かれていてとても良かったです。感動的なシーンも多くて、ちょっとね泣きそうになるようなシーンとかもね結構随所にありました。僕ゲームで映画を見た時のような感動するっていうのはね初めてかもしれません。それぐらい良かったです。個人的にはねやっぱりこの FF シリーズ好きですね。はい、そんなめちゃくちゃ良かったゲームファイナルファンタジー16も今月の買って良かったものでした。こんな感じでね最近はファイナルファンタジーばっかりやってますけど、もし皆さんおすすめのプレステ5のゲームありましたらねぜひ教えてください。僕ね久しぶりにこうゲームのハードを買ったので、今どんなゲームが遊べるかよく分かってないので、ぜひねおすすめあったら教えていただけたら嬉しいです。はい、続いての買ってよかったものですけど、買ってよかったというか見てよかった映画です。こちらです。ゴジラ -1 マイナスカラーです。昨年の買ってよかったものの動画を見てくれた方は、あれゴジラ昨年も買ってよかったもので紹介しましたよねってなると思うんですけども、今回のはゴジラ -1 マイナスカラーということでマイナスカラーがついています。これ何かというとモノクロ版のゴジラです。しかも今回は MX4D で見たんですけど、迫力がすごすぎました。すごく良かったです。ゴジラ -1 を白黒映像にしてということなんですが、ただ色を抜くだけじゃなくて白黒でよりよく見えるようにコントラストとかを調整しているらしくて、カラーとはねまた違ったゴジラの怖さ体験できました。あと MX4D で見たので映像に合わせて水しぶきが本当に飛んできたり、あとねフラッシュが焚かれたり、あと座席が揺れたりね、もうアトラクションに乗っている感じで迫力すごかったです。あ、そうだ、僕この見に行った日ちょうど今履いてるのと一緒ですね。このパンツ、このウールパンツを履いていったんですけど、これねお尻が滑るから椅子からね何度も滑り落ちそうになってリアルに危険でした。なのでこれから MX4D 見に行く方は結構ね座席揺れますので、滑りにくいパンツで行くことをお勧めします。はい、そんな椅子から滑り落ちそうなぐらい衝撃的で迫力があったゴジラ -1 マイナスカラー、こちらが見てよかった映画でした。続いての買ってよかったものは久しぶりですがお取り寄せです。こちらです。河津食品の粒柚子胡椒です。僕最近週に3回ぐらい鍋を食べてるんですけど、欠かせないのが朝日ポン酢とこの柚子胡椒なんですよね。で、柚子胡椒ってねたくさんあるじゃないですか。なので一番美味しい柚子胡椒がどれかっていうのを探したくて8種類ぐらい取り寄せて食べ比べしました。その中でダントツで美味しかったのがこちらの河津食品の粒柚子胡椒でした。これねめちゃくちゃ美味しかったです。今さっき刻んだかのような自然な柚子の風味で、保存料とか添加物の薬っぽさが全くなくて、辛さも塩辛さもちょうどいい絶妙な柚子胡椒でした。自然な柚子感が強いやつをね探していたんですけど、本当ねこれダントツでした。柚子胡椒はね鍋以外にもいろいろ使えますが、本当ね何でも合います。柚子胡椒好きな方、こちらの粒柚子胡椒、これめちゃくちゃおすすめです。はい、今月の買ってよかったもの、最後はこちらの河津食品の粒柚子胡椒でした。はい、今月の買ってよかったものは以上です。このチャンネルでは毎月恒例で買ってよかったものを紹介していますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押していただけたら嬉しいです。今日の動画は以上です。もしこの動画が良かった、参考になったと思った方はぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。